はいどうも、フランスガイド中村です。絵画を読めるようになるために、今回も人物たちが織りなす物語を学んでいきましょう。今回紹介するのはギリシャ神話スポーツ少女のアタランテとヒッポメネスの物語を紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。今回はこの絵画から始めましょう。プラド美術館グイド・レーニによるアタランテとヒッポメネスという作品です。右にはほぼ裸の男性、紫色の帯のようなものがふんわりと風に舞いながらかすかに体に巻きついています。男性は左足を大きく前に踏み出して、もう片方の足は宙に浮いています。右の方向に走っているようですね。しかし走るにしては右手は変な方向に伸ばされているし、顔は進行方向とは逆に向けられている。彼の視線を追っていくと裸の女性に行き着きます。男性と同様、ほぼ裸で、ここでも白い帯が風に舞いながら体に巻きついている。彼女も足を大きく広げていますが、足の向きを見てみると、彼女が走っている方向は男性とは逆のようです。彼女は腰をかがめて地面に落ちている何か丸いものを拾い上げようとしています。左手には同じく丸いものを持っている。一体彼らは何をしていて、彼女は何を拾っているんでしょうか。左の女性は若く美しくスポーツの得意な乙女アタランテです。彼女は森の中で常に獲物たちを追いかけ回し、トレーニングを一日たりとも休んだことがありません。彼女は誰よりも速く走ることができました。ある時、父親がそろそろ結婚したらどうかとプレッシャーをかけてきます。しかし彼女にはアスリートとしての人生を諦めるつもりは全くありませんでした。そこで彼女は自分の自立を守るためにこんな作戦を立てたんです。求婚者たちに、私と競争して勝ったら私自身を花嫁として与えよう。しかし負けたらその報酬は死です。すごいですね。求婚も命がけですよ。多くの男性たちはそれでも美しい彼女と結婚しようと競争に臨みました。しかし全ての挑戦者たちは彼女に敗れ命を落としたんです。そこで登場したのがヒッポメネスでした。彼もまたアタランテの美しさに魅了された。しかし自分が勝てる可能性は非常に低いと考えた。自己分析がよくできている。非常に賢い男ですね。そこで恋の悩みを愛の女神であるヴィーナスに訴え祈りました。祈りに感動したヴィーナスは3つの金のリンゴを彼に与え、その使い方を教えます。美しい女性はきっと金のリンゴを欲しがるだろうとヴィーナスは分かっていたのかもしれないですね。さて、競争が始まりました。アタランテはすぐに首位を取ります。ヒッポメネスは金のリンゴをアタランタの足元に投げました。アタランタは光り輝く金のリンゴに気を取られ、立ち止まって金のリンゴを拾います。その瞬間にヒッポメネスはアタランテを抜き去りました。しかし、すぐにアタランテは追いつきます。競り合いが続く。疲れてきたヒッポメネスは2つ目の金のリンゴを投げました。アタランテは拾いに行きます。その後、また追いついてきた。さあ、最終コーナーを回って最後の直線です。ついにヒッポメネスは3つ目の金のリンゴを投げました。アタランテは拾うかどうか一瞬迷います。ここで拾ったらレースに負けるかもしれない。いや、拾ってもギリギリ勝てるか。結局、誘惑に負け、アタランテは3つ目の金のリンゴを拾いました。それが最終的に勝負を決めました。アタランテは追いつくことができず競争に負けてしまいます。このようにしてヒッポメネスは無敗の女性アタランテを手に入れたんです。さあ、絵画に戻りましょう。アタランテは今2つ目の金のリンゴを拾おうとしています。ということはレースはまだ中盤。よく見るとヒッポメネスは左手は背中の後ろに隠れています。もう一つの金のリンゴを隠し持っているということでしょう。それでは別の絵画を見てみましょう。ウィーン・リヒテンシュタイン美術館所蔵、17世紀のフランス人画家ニコラ・コロンベルによるヒッポメネスとアタランテでございます。右にいるのは2つ目の金のリンゴを拾おうとしているアタランテ。左手にはすでに1つリンゴを持っている。その拾っている最中にヒッポメネスが追い越しましたね。左上には松明を持ったキューピッド。
ヴィーナスがヒッポメネスを応援していますから、もちろんキューピッドもヒッポメネス側についているんでしょう。後ろではギャラリーが競争を見ながら盛り上がっています。いつもアタランテが圧倒的な差をつけて勝ってしまうのに、今回は抜きつ抜かれつの接戦なので観客席も湧いていますね。さて最後にルーブルの作品を見ていきましょう。ノエル・アレによるヒッポメネスとアタランテの競争です。左でしゃがみつつあるのがアタランテ。左手にはリンゴを持ち、2つ目のリンゴを右手で拾おうとしています。先を行くヒッポメネスは右手にリンゴを持っている。遅そうなんですが、非常に優雅な走り方ではありますよね。競争トラックは柵が設けられていて、観客席もあり、近代スポーツ競技のようになっています。ということで、競争している男女がいて、丸いものを持っていたり拾っていたりしたら、それはアタランテとヒッポメネスの物語かもしれません。はい、それではね、まとめていきましょう。いかがでした？スポーツ少女に命がけで挑んだ男の話を紹介いたしました。フェアプレーかどうかを置いといて、戦略も含めなかなか面白いじゃないですか。でね、そういえばパリスの審判でアテナ、ヴィーナス、ヘラって金のリンゴを欲しがりましたよね。そして聖書の創世記、アダムとエバって出てくるけども、このエバは知識の実を食べてしまった。女性はどうやらフルーツに弱いのかもしれない。これは何かを暗示してるかもしれないし、暗示していないかもしれない。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。感想をぜひコメントに書いてください。コメントお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。